いや、どのパートを聞いてもかっこいいですよね。目が離せないライブ映像です。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SnowManレディーゴーラウンド。こちらのライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。いやー、立て続けに SnowManのライブ映像が公開されて嬉しいですね。今回のレディーゴーラウンドを皮切りにですね、その一つ前に公開されたミスブランドニューフライデーナイトの方も近日中に公開したいと思いますし、6月1日にですね、今まで未解禁だった SnowMan の楽曲72曲がですね、サブスク解禁されましたので、YouTube で公開されている楽曲に関してはですね、オーディオを聞いて歌声分析動画の方も公開していこうと思っておりますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録だけでもしていってください。そして高評価の方とハイプの方もよろしくお願いします。それでは早速 SnowMan レディーゴーラウンド歌声分析 GO!うわー、すごいねー。うわー、紙吹雪。さすがスノーマンですね。これだけたくさんのファンの方に囲まれるっていうのがね、もう素晴らしすぎますよね。そして曲の雰囲気もですね、めちゃくちゃキラキラしていて、続きが楽しみですね。近づいちゃうよ。あ、ここから歌い出しね。毎回恒例ですよね。歌い出しの前には止めるっていうね。ラウリさんの近づいちゃうよっていうことはあれかな、クレーンがこう動いていくっていう感じなのかな。こういうのめちゃくちゃ嬉しいですよね。じゃあ岩本さんの歌い出しから分析の方始めていきますね。かっこいい。いいですね。色気たっぷりなんだけど、めちゃくちゃ優しい歌声。もうほんと素晴らしいですよね。まず歌では3つの代表的な声を響かせるポイントがあります。声の太さだったり、声のパワー感をコントロールする胸腔共鳴。言葉の輪郭だったり、声の喜怒哀楽の表情をコントロールする口の中、口腔共鳴。そして声の音色のコントロールだったり、高い声を出す時に必要になってくる鼻腔共鳴。この3つの声を響かせるポイントの割合をどうするかによって声質のおおよそが決まってくるんですけど、岩本さんはですね、胸の胸腔共鳴の音色をメインにして、その声を少しだけ鼻に入れて鼻腔共鳴の音色をプラスする、そんな感じの声質バランスです。あとうっすらなんですけど、歌声に息のはぁ、この音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックも使っています。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃかっこいい声ですよね。あと補足として全体的に言葉の子音も強めに発音してるかな。胸腔共鳴と言葉の子音の強さでかっこよさ。鼻の中の音色とウィスパーボイスの息の音で色気。こんな感じかと思います。ほらほら。知ってたみたいな。今のこのターのところがものすごくウィスパーボイスの雰囲気感じ取りやすいと思います。もう一回聞いてみましょう。いやー、いいですね。大人の男性って感じがしますよね。めっちゃかっこいい。いいね、ラウールさんの歌声。キラキラとした無邪気な歌声っていう感じがしますよね。ラウールさんの歌声の特徴はですね、鼻の中の鼻腔共鳴、こちらが中心なんですよね。プラス、口の中の口腔共鳴の音色もですね、割合的には鼻腔共鳴ほどではないんですけど、歌声に混ぜています。このキラキラとした無邪気な感じはですね、口だったり顔の表情で作られたものですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱそうですね。離れてのこの歯のところで鼻声の音色を少し感じることができると思うんですよね。鼻腔共鳴を意識した歌声っていうのはこの鼻声の音色がですね、感じ取りやすくなります。で、歌ってる映像を見てもやっぱりラウールさん笑顔でこう歌ってるので、
このキラキラ成分はですね、この口角をクッと上げた表情だったり口の形で作られたものですね。いやー、癒される声ですよね。で、高い音域のところでは鼻腔共鳴の音色を少し下げて、口の中の口腔共鳴の音色をですね、メインにしたような歌声に切り替えていますね。口を大きく開けることによって言葉の輪郭がですね、さらにクリアになって歌詞が伝わりやすいような歌声になっています。で、音域が下がったところでまた鼻の鼻腔共鳴中心、そして少しだけ口腔共鳴の音色を使う。こんな感じでですね、この短いフレーズの中で2種類の声を使ってるんですよね。すごいですよね。もう一回聞いてみましょう。あの頃はのところで口をガッと開けて、知らなかったのところが一番鼻の音色の雰囲気が声に乗ってるかな。音域によって声の音色バランスを変える、ものすごいテクニックですね。ここは向井さんと目黒さんがワンフレーズずつ歌っていくポイントなんですね。向井さんの声はですね、ほぼ鼻かな。声の音色の8割ぐらいは鼻の鼻腔共鳴で作られている感じかなっていうふうに思います。ものすごく優しい雰囲気が前面に出てる歌声ですよね。この鼻の使い方が向井さんの歌声の特徴であり、素晴らしいポイントかなっていうふうに思います。で、目黒さんはですね、向井さんとは対照的に鼻の音色はそこまで使っていないんですよね。胸腔共鳴と口腔共鳴。この辺をですね、同じぐらいの割合で歌声の音色を作っているような感じがします。もう一回聞いてみましょう。かっこいい流れですね。向井さんがものすごく優しい雰囲気を歌声で表現した後に、目黒さんが力強い、ものすごく説得力のある歌声で気持ちを届けるっていう流れ。感情のバトンの受け渡しをしているようなポイントですよね。向井さんの気持ちを目黒さんが受け取って、目黒さんなりに表現しているポイントっていうか、やっぱり SnowMan チームワーク抜群ですよね。ここで安定感バッチリの渡辺さんの歌声。なんかさらに研ぎ澄まされたような感じがしますよね。音域がぐっと下がったことによって、やっぱり歌ではコントロールがですね、難しくなるんですよね。基本普段喋り声で表現していない音域の声ってコントロールが難しくなります。ただ渡辺さんの今のポイントはですね、ものすごく聞きやすい低音ボイスじゃないですか。これ体の使い方もですね、バッチリですし、声の音色の作り方もですね、ものすごく理想的な音色の作り方かなっていうふうに思います。低音域っていうのは基本的に胸腔共鳴がメインになるんですよ。なので音域が低くなればなるほど声質って太くなるんですけど、ただそれだけだと声がですね、もわっとしちゃうんですね。ルーみたいな、こんな感じの音色になります。ここで渡辺さんどういうテクニックを使ってるかっていうと、胸腔共鳴がメインなんですけど、その声をですね、響かせるではないんですけど、鼻に入れるような発声方法を使ってます。こうすることによって、さっきのこの雰囲気がですね、こういう風にクリアになるんですよね。さらっと歌ってるようで、しっかりテクニックを入れている渡辺さん、さすがですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいい。で、最後の、この語尾の投げ捨てるフォール。これがですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。しかも、口をあまり開いていないのに、歌詞がここまではっきりと聞こえるっていうのも、ものすごいテクニックなんですよね。この辺も鼻の使い方がものすごく影響してきます。やっぱり SnowMan のこの全員で歌った時の一気に歌声の音圧がグッて上がる。ここに圧倒されますよね。
会場で聞いたらもっとこのパワー感がダイレクトに伝わると思うんですよね。スノタンの皆さんもやっぱり毎回 SnowMan のこの全員で歌うユニゾンっていうんですけど、ここのポイントで圧倒されるんじゃないかな。ぜひね、ライブで生で聞かれたことのある方、コメントで教えてください。あらららら。目黒さんがものすごくこう手を振ってる姿がめちゃくちゃ可愛かったですね。いやー楽しいんだろうな、SnowMan のライブ。1回でいいからね、行ってみたいです。ものすごく競争率が高いからチケットもね、取れないっていう風な話は聞いてるんですけど、かっこいい。で、ちょうどね、引きの絵になりましたけど、やっぱりすごい人気ですよね。ライブでこれだけのファンの方が集まってくれるアーティストって、もう今の時代、日本では数えるぐらいだと思うんですよね。その中の一グループが SnowMan。ファン目線で見るとものすごく誇らしいですよね。あら、舘様、かっこいい。伊達様のこれがまずかっこよかったでしょ。で、最後の渡辺さん、ここ歌声にビリビリとしたような音色が混ざっていたと思うんですけど、これシャウトボイスっていうんですよね。ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、そこを使いながら歌うテクニックです。みたいな、こういったテクニック。もう一回渡辺さんのパート聞いてみましょうか。ほらほらほら。Just Gonna のあたりにちょっとビリビリしたような雰囲気ありましたよね。これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。いやー、すごすぎて気づくとリアクション動画みたいになっちゃいますね。すいません。いや、どのパートを聞いてもかっこいいですよね。目が離せないライブ映像です。いいね。今のラウールさんの歌声、先ほど説明した鼻腔鏡面を中心に声の音色作りをしてるっていうのがよくわかるポイントかなっていうふうに思います。鼻腔鏡面を中心に歌声作りをすると鼻声の音色が歌声に乗ってくるっていうふうなお話ししたと思うんですけど、それがわかりやすいポイントだったかな。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。It's gonna be alright みたいな感じになってましたよね。鼻の音色のコントロールがやっぱりラウールさんはものすごいですよね。鼻腔鏡面の音色の量を変えることによっていろんな声を表現してるんですよ。いやー、さすがですね。わっ、この煽りめちゃくちゃかっこいいんですけど、ボイストレーナーの観点から見るとめちゃくちゃ音域の高い声なんですよ。これね、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声で煽ってるんですよね、向井さん。煽りでミックスボイスが聞けるとは思ってなかったのでね、びっくりしています。もう一回聞いてみましょうか。ほらほらほら。ほらほらほら。すんごい高いでしょう。これね、ミックスボイスですね。いやー、すごいなー。やっぱり SnowMan のメンバーってみんな歌のテクニックだったり、基礎的な部分がものすごくレベルが高いですよね。全員が全員レベルが高いっていうのがね、すごいです。手を振るよいいね、こういう SnowMan とスノタンの皆さんのコミュニケーション、なんかね、感動しちゃうな、こういうところ。一緒にライブ楽しんでいこうよみたいなね、こういった空気感がものすごく好きですね、僕は。なるほどね、ここからまたサビに入るわけか。いやー、いい入りですね。ほっこりしちゃいます。SnowMan がスノタンの皆さんをものすごく大事に思ってるんだなっていう気持ちがね、こういったシーンから伝わってきて、でサビにつながっていくっていうこの流れ、もう見ていて嬉しくなっちゃいますね。いいよね。最後
ラウールさんの肩がはだけてますね。ここ、キャーとかなったんじゃないの？ここ、ものすごくセクシーシーンですね。見どころ満載ですね。スノーマンのメンバーみんなこうやってね手振ってる姿が可愛いですよね。でやっぱり渡辺さんのここのシーンでよくわかるんですけど、肌がねめちゃくちゃ綺麗ですよね。さすが美容クリニックのアンバサダーに任命されてるだけあるなっていうふうに思います。ものすごい透明感のある肌、羨ましいですね。かっこいいな。ステージ全体の雰囲気がずっと曲が始まってからキラ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 してるじゃないですか。ザ・スノーマンワールドみたいな感じですよね。いい。ここは目黒さんがソロで歌うパートなんですね。1番は渡辺さん、2番は目黒さん。目黒さんの歌声は渡辺さんの歌声とはまたちょっと違って、ものすごくストレートな感じの歌声でしたよね。言葉がものすごくクリアに聞こえるような歌声だったかなっていうふうに思います。そうそうかわいい安倍さんめちゃくちゃかわいいですね。で曲始まりで触れそびれたんですけど、このうーのところのコーラスめちゃくちゃ綺麗ですよね。僕もともとコーラスグループやった時期があるので、やっぱりこのコーラスとかね大好きなんですよね。ほら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 。あ、Thank you。いや、あっという間でしたね。めちゃくちゃかっこよかった。以上、SnowManレディーゴーラウンド歌声分析はここで終了です。いや、素晴らしすぎて、後半はリアクション動画みたいな感じになってしまいましたね。大変失礼しました。で今回改めて思ったんですけれども、やっぱり SnowMan のライブは最高すぎますよね。音源は音源でものすごく最高なんですけど、やっぱライブの時に披露された歌声は一味また変わってくるなっていうふうに思いました。これもちろんいい意味で言ってます。で今回のレディーゴーラウンドの前にですね、ミスブランドニューフライデーナイトのライブ映像の方もですね公開されているので、近日中にこちらの方の歌声分析動画も公開しようと思っております。なので気になる方はですね、ぜひチャンネル登録だけでもしていってください。これからも SnowMan 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。